ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治について。岸田首相には息子さんがいます。この息子さんが首相秘書官をしていたのですが、この人物あまりにも政治には向いていない人物ではないかと批判されています。そうしたこともあって様々な行動に対して何度となく炎上してきたのですが、今回ついに首相秘書官を辞めることとなりました。今回の動画ではなぜそのようなことに至ったのか、そして岸田首相はなぜこのような人物を首相秘書官に任じていたのか、そのあたりについての解説をしていきましょう。まずは関連ニュースから。岸田首相長男の翔太郎秘書官、来月1日付交代へ、事実上の更迭。岸田総理大臣は長男の翔太郎秘書官について、去年、総理大臣公邸の公的なスペースで親戚と写真撮影するなど、不適切な行動を取った責任を取らせたいとして、来月1日付で交代させることを明らかにしました。事実上の更迭となります。翔太郎秘書官をめぐっては、去年の年末に総理大臣公邸で親戚と忘年会を開き、写真撮影をしていたことなどが先週週刊誌で報じられ、岸田総理大臣が厳重に注意していましたが、野党側からは更迭を求める声が出るなど批判が相次いでいました。交代の理由について、岸田総理大臣は総理大臣公邸の公的なスペースにおける昨年の行動が公的立場にある政務秘書官として不適切でけじめつけるため交代させることとした。G7 広島サミット後の地元との調整業務が一段落したことからこのタイミングにしたと述べました。その上で当然任命責任は私自身にあり重く受け止めていると述べました。問題の公的スペースでの親戚一同での写真というのがこちらです。これに加えて、親戚の中の一人が寝そべってアイスを食べている写真などもあり、総理大臣公邸の場所をいかに軽んじているかといった話にもなりました。今回の一件、炎上した写真が週刊誌で報道されたわけですが、息子さん自身が Twitter などの SNS 等に写真を流出させたわけではありません。ですからこのような写真が出てきたのは、集まった親戚の誰かが週刊誌などに売り込みをかけたのかもしれません。そういった意味ではお金になるんであれば重要な情報を流すような人物が総理大臣周辺にいると考えられることから、これもまた非常に危険なことだと思います。そもそも集まってこのような写真を撮ること、それ自体もとてもではありませんが、外部に見せられるようなものではありません。炎上したとしても当然のものです。そしてそのようなことを止められなかったというのも、この集まりの一つの問題だと言えるでしょう。また、首相秘書官だったその地位を利用して公私混同していたのではないかというのも今回の一件です。例えば総理大臣官邸というのは、私生活の場としての自由に動き回れる場所と、それとはまた別に公的な機関として誰でも入っていい場所ではない、そのようなスペースが別にあります。ところが首相秘書官であれば、そのような公のスペースに入る人をある程度融通できることから、これら親戚の人たちを入れることにも、結局はこの人が許可を与えた可能性があるわけです。そしてそのような公的のスペースに人が入ることを許可した理由というのが、これらの人たちは親戚だから大丈夫みたいな話をしているのであれば、当然のようにこれは職権乱用であったり公私混同という批判は当然の批判というわけです。岸田総理大臣としては自分が政治家として引退した時においてこの息子を自分の後継者としたいのでしょう。だからこそ今のうちに少しでも政治経験を積ませようと考えていたはずです。しかしそうであるならば、首相秘書官に任じたのは明らかに間違いでした。別に政治に携わらせるのであれば、事務所の一員として働き、そして政策秘書官として勉強を積ませた上で実務にも関わらせる、そのような形で下積み時代を過ごせば良いと思います。今回のように首相秘書官に任じたことによって、岸田総理は自分の息子に対して全く厳しく当たることができないし、息子さん自身も政治活動には向いていないんだなというのを日本国民全員に向けてアピールするようなことになりました。そういった意味で岸田総理自身にとっても全くの無意味な行動でしたし、息子さん自身にとってもこんなことになるんだったらやらなきゃよかったみたいな思いしか残らないことになるでしょう。ただ、日本の政治において一つ重要なのはこのような明らかに少し問題があるような人物であったとしても、後援者団体などは、あの人の息子さんであれば引き続き応援しようみたいな
非常に政治家に向いているかいないかの話を全くよそにして支援を決めてしまうような人たちも結構いるのです。日本の政治において世襲政治というのは一つ大きな問題です。特に政治家に向いているかいないかというのを全く除外して、あの人の息子さんだから、あの人の娘さんだからみたいな形で引き続き応援してしまうというのは、これは明らかに間違った惰性の政治です。また日本の選挙制度においては、選挙地盤が丸々引き付けるような形で、父親と全く同じ選挙区において立候補するようなことが認められているのが現状です。代々引き継ぐようなことにならないようにするためにも、同一の選挙区からは出られないぐらいの規制はかけるべきだと私は思います。今回の一件、岸田首相は週刊誌報道を受けたその直後においては、注意したんだからもうこれでいいでしょみたいな形で済ませようとしていました。その後、だんだんと批判の声が高まるにつれ、ようやく今回の行動に至ったとみられます。実際のところは、岸田首相自身が辞めさせたのではなく、息子さん自身が周りからの批判に耐えかねてもう辞めると言い出したのではないかといった話なども出ています。首相秘書官という地位を非常に軽んじた岸田総理も悪いですし、そのような立場を軽んじてしまった息子さん自身にも大いに反省すべき点があったと思います。というわけで今回の動画はここまで。皆さんは今回の意見についてどのような思いを抱いたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。